綺麗になった筆で押さえていきます。はい、皆様こんにちは。ネイリストのこうえんです。今回はこちらの商品を使ってアクリルスカルプチャーを作ろうと思います。こちらはキャンドゥで購入しました。こういった簡単なものでスカルプチャーが作れるよっていうことをしていただきたいので、この動画を作っています。キャンドゥで見つけた方はぜひぜひこちらをね、購入して試してみてください。こっちがパウダーで形を作る粉ですね。で、このリキッドをパウダーと混ぜ合わせることによって人工爪の先に、長さのある人工物を作って長さ出しができるという商品になっています。 3D アートっていうのは立体的なお花ですね。そういったものも作れるみたいですが、今回は長さ出しをメインにこの動画を作ろうと思っています。こちらの2つだけでは長さ出しが作れないので筆がいるんですけれども、ご自宅で作るのにネイリスト用の筆っていうのはなかなか手に入りにくいと思うので、今日はこれで試してみようと思います。これもキャンドゥで購入したリップブラシなんですけれども、先端が一番太いものを選んできました。これでアクリルスカルプチャー作ってみようと思います。手元カメラに切り替えてスタート。手元カメラに切り替えました。先ほど紹介したスカルプチャー 3D アート用リキッドとスカルプチャーや 3D アートが作れるパウダーと、この筆でスカルプチャーを作って爪にのせようと思っています。あと必要なものはこのようなサイズにカットしたキッチンペーパーとこのようなガラス製の容器、あとはネイルファイルなども必要です。消毒用エタノールで表面をきれいにする必要もありますので、消毒用エタノールもご用意ください。ちなみにキャンドゥでこのようなネイルパウダーラメ入りのものが売っていましたので、色付きのスカルプチャーにしたい場合はここにこのようなラメを混ぜて作ることもできます。それでは早速アクリルスカルプチャーを作ろうと思います。アクリルスカルプチャーをするときは机の素材がリキッドで溶けてしまうことがあるので、このようなキッチンペーパーなどを引いて守るようにしてください。まずお爪なんですけれども、このようにお爪の長さがある程度ある方は短くカットします。初心者の方にはお爪が短い方がかなりやりやすいと思いますので、必ずこのように短くカットしてください。慣れてきたら長い爪にもつけやすくなってくると思います。これぐらいの長さにカットしたら準備は完了です。ある程度の長さにお爪の先端を整えます。粉がついた場合は手やキッチンペーパーでさっさと取ることもできますが、このようなダストブラシを一つ用意すると便利です。次に爪の表面に傷をつけてアクリルスカルプチャーがくっつきやすくなるようにします。だいたい150グリッドから180グリッドぐらいのネイルファイルでお爪の表面を傷つけます。これは削るというイメージよりもお爪の表面を毛羽立たせるというイメージです。この甘皮の周り、コーナー部分などもしっかりと傷つけるようにしておきましょう。こうしてお爪の表面を毛羽立たせることによってしっかりとくっついてくれることになります。次にお爪の表面を消毒用エタノールで清潔にします。キッチンペーパーに染み込ませてお爪の表面についたダストや油分、汚れなどを拭き取ります。油分が残っているとスカルプチャーは剥がれてしまいやすくなるので、これは大事な作業です。ではアクリルスカルプチャーを出します。キッチンペーパーにガラス製の容器を重し代わりに置いてリキッド、そしてパウダーを準備します。リキッドは結構匂いが強いので直前に出すようにします。詳しいやり方はこの辺りにも書いてあるので参考にしてみてください。こぼれないようにビニールが
挟まっていますね。バラバラになると嫌なので、もう1枚キッチンタオルを引くことにします。出したばかりのパウダーはダマになっていることもあるので、ウッドスティックなどで優しくかき混ぜて粒子の決めを整えておきます。次に筆を用意します。新品の筆なので先端硬くなっているので軽くほぐしておきます。ちょっとバサバサしてそうなのでできるか不安なんですが、やってみます。そうそう、大事なことを忘れていました。このようなネイルフォームが必要ですね。これはプロ用のものですが、自作で作れるネイルフォームの作り方も私の動画にあります。概要欄に貼っておきますので、そちらを参考にして作ってみてもいいです。こちらのプロ用のネイルフォームも類似品を概要欄に貼り付けておきます。このようにネイルフォームを軽くしならせておいて、お爪にフィットするか確かめます。このままだとかなりフィットしない、角度が合わないので、目盛りを目安にカットします。私は結構三角にカットします。まず三角にカットして、そこから角度を決めていきます。この方がしっかり入る気がするんですよね。ちなみにこの三角、私の爪にはぴったりフィットするんです。ここが三角形が隙間が空きすぎるようだったら、ちょっと緩やかなカーブにするといいと思います。だいたい今回は1センチぐらい長さを出せるようなイメージで作ってみようと思っています。だいたいこんな感じでセットしました。反対から見ても真ん中のラインが合っているか確認します。じゃあこれでスカルプチャーを N ぐらいまで乗せれれたらいいなと思っています。いよいよリキッドを入れていきます。こんな感じです。少し入れてみました。そこから5ミリぐらいですかね。結構匂いはプロ用のリキッドと同じく強い匂いがします。次にこのハケをひとまず湿らせてちょっと拭き取っておきます。先端がバサバサなのでちょっとやりにくそうです。まとまりがないから失敗するかも。これで失敗したらもうプロ用の筆を使わせていただきます。ではまずリキッドを染み込ませてトントンと2回ぐらいリキッドをパウダーを取りました。でもちょっと固まりづらそうです。そのままパウダーを先端部分にのせます。離れない、筆から離れないですね。ダメだこれは。なんだこれは。この筆は厳しいか。ちょっと小さいパウダーにします。ちょっと小さめだったらいい感じ。さっきはね、多く取りすぎました。で、リキッドで筆をきれいにして、きれいになった筆で押さえていきます。このパウダーね、真っ白ですわ。まさかホワイトだとは思わなかった。潰して左右に広げます。で、そのまま筆の先端を使ってサイドのラインを整えます。結構固まるのが早いです。今日ね、結構あったかい、気温が20度後半の日なんですけど、すっごく固まるの早いです。ここをね、シャキーンとしたかったけど、後でやりましょう。
で先端フリーエッジの長さもこれで整えて、ハケがね今回はなんて言って口紅のハケなんでやりにくいですね。で結構ねパウダーリキッド多めでやった方がいいかなと思います。で足りないところには足せばいいので足してサイドをきれいに整えて、すっごい固まるのが早いからちょっと難しいかもしれないですね。でもね練習してみてください。最初は難しくても後でねだんだん慣れてくると上手にできると思います。でもできなくはないですけど難しい。結構たっぷりめにリキッドを染み込ませてちょんちょんぐらい、もうドボドボこの筆がね、その状態で取りましょう。そしたら結構トゥルーンと表面してくるのですぐのせた方がいいですね。一応ホワイトパウダーなのでグラデーションみたいにした方がいいのかもしれないけど、ちょっとね硬くてぼかせる気がしないです。なんだこれ、だから根元までもう真っ白にしちゃいますね。結構もう柔らかめのリキッドで早めに伸ばすようにした方がいいかも。難しい、すっごい難しい。なんかねこぼこ、横から見たらねそんなに分厚くもなりすぎてないし、本当はもうちょっと厚みを出した方が強度がいいので先端にもう少し足しますね。すっごい難しいですよこれ。やばいね、これはすごい難しい。で筆が多分ダメなんだろうね、口紅筆で。スカルプチャーする人はやっぱ筆はちゃんとしたの買った方がいいですね。スカルプまでやろうという人は結構ね初心者さんは思わないだろうから。で今のせ終わったのでちょっと固まるのを待っています。でも土台の方はね多分もう固まってるから外します。なんかすっごい汚い、めっちゃ汚いじゃん。で、スカルプチャーの場合はこのお爪のこの際ですね、お肉と爪が離れているところの部分を中心にギューッとピンチといって挟んでカーブを強くしてあげると持ちが良くなります。なんだこりゃ、すっごい難しかったです。まだねでも固まってない、まだ柔らかい。はい、ということでね固まったので形をきれいに整えようと思います。こういうネイルファイルで再度ある程度ねデコボコでもファイルを入れたら結構ねいい感じにはなるので、すっごいでもなんかこんなにやりにくいパウダーだと思わなかったからびっくりしました。次ねもう一つ作ろうと思ってるので、それはちょっと自分のスカルプ筆でやってみますね。
形は丸い形に整えていこうと思います。で、ある程度形を整えてから表面削ります。で、この作業はお爪のデコボコをなくして、キメを細かく整えるっていう作業になります。はい、こんな感じで削りました。表面ね、デコボコだったんだけど、結構滑らかにしました。で、本当はどんどんこの目の細かさをどんどん細かくしていけばいいんですが、ジェルネイルを上に塗って仕上げるんであれば、これで OK です。こんな感じ。で、ホワイトってすっごく難しい色なので、ちょっとアクセントちょっと苦戦しましたが、最後にね、この後ジェルネイルをまた塗ったものを最後ご紹介しますね。で、もう一つ作りたいので、次にね、色付きでちょっと作ろうと思います。2本目はね、自分のスカルプ筆でやろうと思っています。結構年季入ってるけども、これが超使いやすいので、これでやろうと思います。じゃあね、これもお爪短く切ります。はい、それで次はこのパウダーを混ぜてアクリルパウダー作ろうと思います。ホワイトとピンク両方混ぜてみます。ほんともうざっくりとこんな感じで入れて、でこれも入れます。もうちょっと入れようかな。ドバッと入れてみます。うわ、すごい入っためっちゃ入っちゃった。どうしよう。すごい入った。さすがにこれは同量ぐらいになっちゃったので捨てます。捨てるっていうか出します。いや、でもいい感じかも。もしかして混ぜたらどうだ。なんかほんのりピンクになった。まあいいか、様子見ましょうか。そしてそれに懲りず、先ほどのドバッと事件に懲りずに透明の白の方も結構入ってはい、大丈夫かな。固まるかな。ホワイトが綺麗、キラキラして。ちょっと足しますね。これね、すっごい分量ができるっていう無限のループに1本作るだけだからこんなにいらないんだけど、まあでもいい感じのミックスパウダーが出来上がりました。しっかり混ぜておいてね、無駄にならないようにします。で、パウダーができたのでリキッド入れます。すごい臭いんだよ、このリキッドが。筆、これはちょっとプロ用の筆です。しっかりとなじませて、パウダーに取りました。で、相変わらず硬い。硬くて飛んでいっちゃった。すごい硬いやり直します。だからもうたっぷりリキッドでドバドバでいきます。で、こんな感じでちょっと下向けてそのまま置きます。で、そのまま広げてサイドをまっすぐになるように整えます。いい感じ。サイドストレートいい感じになりました。固まるのが早いので両サイドをしっかりと先に固めておきます。
で伸ばす、ひたすら伸ばす。でちょっととんがりにしたいので先端もちょっとだけとんがらせておきます。で2ボール目、硬い場合はオイリキッドでちょっと柔らかくしながら伸ばします。すっごい硬いんですよね。すっごい硬いの。ほら全然馴染んでないじゃん。全然馴染んでないよ。やだねすっごいやだね。すっごいやな。映ってた？やばい、今フレームアウトしてた。ごめんなさい。近くで見てもらおうと思ったらフレームアウトしてたかも。この段差致命的ですよね。これも埋めます。やわやわパウダーで、やわやわボールで埋めます。混ぜ物をすると基本的には強度は弱くなります。不純物が混ざっているようなものなので、基本的にはアクリルパウダーだけでやった方が強度はいいですよねなんかね、手を動かすと口が止まっちゃうっていう。さっきよりは綺麗にできたような気がします。固まるまで置いておきます。でこっちの剥がしてフォームですね、フォームを剥がしてじゃあ削りますね。削る前にピンチだ。まだ柔らかい。固まるのはさすっごい早いくせにさ、なんか完全効果まで時間がかかるのがポイントかなこのパウダーの特徴だと思います。しっかりピンチを入れておきます。ちょっとブリョンってなったなんかふよふよ。混ぜ物したのも原因であるかな。結構ね、C カーブもいい感じに入ってるし。まだね、カチカチ言わないから固まるまでちょっとお待ちください。じゃあだいたい固まったので削ります。じゃあスカルプチャーができたので、ここにジェルネイルのトップコートを塗って仕上げたいと思います。全然セリアのものとかでもいいんですが、今回はサロンで使っているアイニティのノンワイプタイプのトップコートを塗ってみようと思います。
こんな感じで仕上がりました。いかがでしょうか？結構こっちはね、1本目ホワイトをやって結構硬さとかこんな感じだなってある程度学習できたので、ピンクの方は結構うまくできたかなと思います。硬さに慣れるまで難しそう。あと筆はやっぱりちゃんとしたアクリルのねスカルプチャーの筆を使った方がいいと思います。で今回このアクリルリキッドとパウダーキャンドゥのものを使ったんですけれども、できなくはないけどすごく難しいです。私がいつも使っているプロ用のものの方が簡単にできるかなと思いました。でもお値段的にはこっち100円100円で合計200円だったので、すごくお手軽なので、スカルプチャーに興味のある方とか自分でやってみたいという方の練習用とかにもいいと思います。もちろんね、自分の爪にこんな風につけれる方にはすごくいい商品だと思います。こういうラメパウダーを混ぜて可愛くするっていう方法もありますので、ぜひ皆さんよかったら試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。